ようございます。今日は、6月の25日、まだね朝8時前です。これからですね、かぼちゃ畑に追肥と防除を行っていきます。で、ドローンで行うんですけど、まずは今農場にいるので肥料を積んで準備してから畑に向かいます。ドローンで散布を行う場合は事前に準備をします。追肥の場合は肥料を、農薬散布の場合は水と農薬を用意して、それに合わせてドローンのバッテリーを準備してから畑に向かいます。とりあえずね、今ね準備が終わりました。今回使うのが硫酸カリというこちらの肥料です。今回追肥はこちらを使ってカリウムの補給を行います。カリウムは水分をたくさん吸って肥大させるので、その目的です。はい、ということでかぼちゃ畑にやってきました。今私の後ろに見えているのが一番最初に植えた栗大将という品種3ヘクタール分になります。で、こっちにはねビニオスっていう品種が植わさっているんですけど、今日はここのかぼちゃ畑に追肥と防除どっちも行っていこうと思います。ね、いつもだとだいたい追肥して次の日に防除とかなんですけど、今日は一気に行ってしまいます。今年5月、約1ヶ月間ハウスでポリポット苗として育てた栗大将を3ヘクタール定植しました。しかし5月末に霜に当たり、その時に出ていた葉はほとんど枯れてしまいました。それでも新しい葉が少しずつ出始め、ようやくつるも伸びてきて、今は畝間を覆おうとしているところです。少しずつ花も咲き始め、実もつき始めました。ちなみにここの畝間は 3.3 メートルあります。これまでだったらこの間を使ってトラクターを走らせて追肥だったり防除だったりを行うんですけど、もうねこれだけつるが伸びているとトラクターで踏んでしまうので、先ほど準備をしていたんですけど、今日はドローン T70P と T50 2台を使って追肥と防除をね一気に終わらせていこうと思います。ということで、まず1台目はこちら TGI アグラス T50 です。液剤タンクの容量は40リットル、流剤は最大50キロまで積むことができます。本体の重量は約40キロで、バッテリーを搭載すると約52キロになります。そしてこちらが DJI アグラス T70P です。液体タンクの容量は70リットル、流剤タンクは最大70キロまで積むことができます。本体重量は約40キロで、バッテリーを搭載すると約56キロになります。まず最初に行うのがマッピング作業です。このかぼちゃ畑では今年初めてドローンを使用するため、まずドローンで上空から畑全体を撮影します。その画像を送信機に取り込んで、空から見た写真をもとにどこまで散布するのか範囲を自分で設定します。で、今回は追肥と防除を行うので、まずこの T50 は、液剤を散布していきます。なので防除ですね、液剤タンクを使用してやっていきます。 T70P は追肥を行っていくので流剤タンクを取り付けています。追肥とかの方が 0.1 ヘクタールに対して30キロとか結構入れるんですよ。なのでこの T70P であれば流剤タンクが70キロまで入るので、こちらを使ってやっていこうと思います。液剤はねどちらの大きさでも助かるんですけど、流剤に関してはタンクが大きい方がそれだけね一度にいっぱいわーって巻いてくれますし、結構その肥料も使うので大きい方がね助かってます。なので T70P で追肥を行います。それぞれねまず準備をして、それから飛ばすっていう感じですかね。それじゃあ準備をしていきます。まずは T70P に肥料を入れていきます。
T50 までは散布を始める前にキャリブレーションという作業が必要でした。これは使う肥料ごとに実際にどれくらいの量が出るのかを事前に測定し、ドローンに設定する作業です。ですが T70P はこの作業が自動化されました。肥料の排出量を機体が自動で調整してくれるので、事前の手間が減り、よりスムーズに散布を始められるようになっています。で今ね T70P の方は準備終わったので、次は T50、防除の方ですね、準備していきます。あっちはねもう肥料バサッと入れるだけで簡単なんですけど、こっちはお水と農薬を混ぜてやっていくっていう感じです。最初にちょっとお水を入れてから、次にこの転着剤を入れます。あと今回使うのがこちらですね、花吹雪、こちらとマリンインパクト、こちら、これ混ぜるやつらしいです。へえ、こんなのあるんだ。あとこのトップスコアリンというやつ。改めて今回散布する資材は3つです。まず花吹雪は環境ストレスによる花落ちを防ぎます。次にマリンインパクトは樹勢の回復や生育をサポートします。そしてトップスコアリンは ATP の働きを活発にし、積極消費を行います。よし、はい、ということで今回はですね2台同時に飛ばします。もちろんかぶさらないように設定はしているんですけど、いつもね飛ばしながらちょこちょこ歩いているんですが、今日は2台同時で、ね、ぶつかっても大変なので、ここでおとなしく送信機を見つめていようかなと思います。よし、それじゃあやっていきます。なんかさ 70p の方がさ、ちょっと上がるの遅いんだね。ね、やっぱでかくて重い分ズーンって感じだったね。準備がいるんじゃない？よいしょ。よし。今回の追肥量は 0.1 ヘクタールあたり10キロ。防除はすでに終わっていますが、バッテリーを交換し、量を補充して追肥を行います。はい、ということで今回は T50 と T70P2 台を使用して追肥と防除を一度に行ってみました。なんか面白かったです。そう、こうやってねかぼちゃはどんどんつるが伸びてきて、なかなかねトラクターで入れなくなってしまうので、そういった時にねドローンはとても便利だなと思います。早いしね、特にね防除はねやっぱ早いです。はい、ということで今回はかぼちゃの追肥と防除をドローンで行ってみました。お疲れ様でした。はい、おはようございます。
前回かぼちゃの追肥と防除を行ってから2週間が経ちました。で2週間前はちょっとつるが伸びてきて、これから通路が塞がるかなっていった感じだったんですけど、今はですねこんな感じです。じゃーん、もう通路がありません。前回ね追肥と防除を行った畑、同じ畑です。こんな感じでですね、ここが通路だね。ここが通路、ここがかぼちゃがあるところです。はい。結構雑草も伸びてきてはいるんですけども、つるがすごいね伸びてます。雑草が大変です。これとか葉っぱ大きい。私の手でこのくらい大きいですね。でもう前の段階でも花が咲いていたんですけど、今もちらほら花が咲いて実も大きくなってきてるんじゃないかな。このかぼちゃを見つけた時がすごいテンション上がるんだよな。ないかな。見っけた。かぼちゃだー。もうかぼちゃっぽくなってきましたね。うちのかぼちゃです。ここにも実がありました。はい、栗大将。はい、そしてこちら、こちらはミツバチです。だいたいその2週間前、花が咲く頃に購入しました。楽々交配って書いているんですけど、その通り受粉をするためのミツバチです。こんなにねちっちゃい箱ですけど、この中に2000匹蜂が入ってます。だいたいねこれでね3万円くらいするんですよ。結構このミツバチたちは範囲が広いみたいで、数キロ先まで飛んでくれるらしいです。このねかぼちゃ畑のできるだけ真ん中の方に置いて働いてもらってます。といってもねうちかぼちゃ畑が何枚かあるので、これをね4つ購入しました。ここは花が咲いているんですけど、まだ全部のかぼちゃ畑花が咲いているっていうわけではなくて、これから咲くところだったりもあるので、他の畑の花が咲き次第そっちにこの楽々交配を移動しようと思ってます。はい、こんな感じでミツバチたちがうろちょろしてますね。ミツバチはそんな変なことしなければ刺してこないので、全然怖がる必要はないかと思います。ちなみにですね、ここに書いてあるんですけど、交配終了後ミツバチの巣箱の出入り口を閉じて必ず廃棄処分してくださいとのことで、そうなんです。あとね、こちら女王蜂入りと女王蜂なしっていうのがあるんですね。こちらは女王蜂なしなので、女王蜂いないとどうしても働き蜂でしたっけ、増えないので、どんどん減ってしまう、減るのが早いみたいです。なのでそんなにね長くは持ちません。かぼちゃのデッキは持つんですけど、秋頃にはいなくなってしまうかなという感じです。でこのミツバチたち、寒いのも暑いのも苦手なんだそうで、だから夏とかであれば日中の30度とか行く時期はあんまり外に出ないみたいです。なので朝方の涼しい時間に出て、日中はこもってっていうような生活をするそうです。こっち側に来るとすごいですね、雑草が。ここもめちゃくちゃ雑草なんですが、ちなみにここから右側、こっち側が、2週間前に追肥を行った栗大将です。そしてその反対側、こちら側がビニオスという品種になります。なのでまだねこっちを見てみるとそんなにつるも伸びていませんし、雑草もねそこまで多くないですね。まだちっちゃい雑草があっという間に伸びるんでしょうけど、
生えています。はい、こんな感じ。でもね、ビニオスはとにかく葉っぱが大きくてびっくりしてます。これですよ。こんな感じ。大小の葉っぱはこんな感じ。なんか手3つ分くらい。このね、植え付け終わって管理作業の時期の楽しいことはやっぱりね、どんどん作物が大きくなってくるんですね。特にこのかぼちゃだったりじゃがいもだったり、本当にね、気づけばね、どんどん大きくなっていくのでじゃがいもは掘らないといけないですけど、普通に機械で収穫するより私は手掘りで確認する時がすごいワクワクしますね。でまだね、かぼちゃもそんなに大きくはなかったですけど、あれももう1週間2週間って経てばもうどんどん大きくなっていくので、まあね、そういったね成長を見るのが結構楽しいです。今後もね、こういった感じでもうかぼちゃはね、一応通路があるのでスプレーヤーは入れるんですけど、基本的にドローンで追肥だったり防除だったりやっていこうと思うので、引き続きかぼちゃの管理作業も頑張ろうと思います。そして最後にお知らせなんですけど、サブチャンネルを作りました。はい、もう作りましたって言っても1ヶ月ぐらい前なんですけど、サブチャンネルがあります。でこちらでは土暮れの農民たちということで、私だけではなく一緒に働いてる鍛冶職人だったり、その共同でやっているお友達だったりも出てきて、もっとね、農業の細かい部分を深掘って話をしていけたらなと思っています。実際にね、今5本くらい動画が上がっているんですけど、是非ね、農業に興味がある方とか見ていただけると嬉しいです。はい、ということでね、サブチャンネルもやってるので、是非そちらも毎週ね投稿していきますのでよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。